だからこれをこれから1年でも多く遊べる人が勝ちます。この動画は巨樹巨木自然樹形研究会の提供でお送りします。これこの間あげたやつで、この間あげたやつ。こういうの出てきちゃうんだよ。あとそこから目が広いが、だいたい来年もう出せるの。これみんなこれ一歩こうまた。芸の良さそうな金彩の目してますね、みんなね。これ本当の金彩だから、ラッパが出ねえからこれ。すげえよな。こんなに芽が伸びちゃうんですね、もうね。開けたばっかほらやってこれを太くするので、ここを3本にするの。ここ3本、ほんでここにさ火を作るの。そしたらちょんとみんなできちゃう。ここで早上げしたのすば1本2本ぐらいしたと取っちゃうの。ほんでここへさやっぱりこうやって取っちゃうのっていつぐらいにやるんですか？これが今度から1回規制上げてここまでこうやって粉っくりにならねえとダメなんだよ。糸目になっちゃうから。上がった時ここの部屋の中の柱が粉っくりにならねえと、ここらにならねえと。そしたらこれすげえんだよ。ほんでことをせんべか震災に小屋し俺2年前に試験にいっぱいくれたの。そしたらこれ間違い残したらこれになったの。これねダメになっちゃうんだよ。昔これ食いすぎてこれになっちゃうんだから。これあそこ追っかけたんで、これ2年前に小屋しをいっぱいくれて。金彩ってあんまり小屋しやっちゃいけない。ダメなんだよ。だから震災はこういうになったら肥料を止めなくちゃダメ。そうです。こういうになったら肥料を止めて2、3年水バシャバシャくれるとこういうになるよってこうやってなってきた。これ試験したんでみんな言ってやるよこれ。大体の骨格の仕上がりなの。ほんで骨格作っちゃうんですね。流れがここで大体終わる。ほんでこれからが2、3年4、5年の本番。そうですか。ここで今度伸ばすの。これを伸ばすの。そしたらこれ中がぐーっと今度こけて巨木になっちゃう。そういうの説明すればきっと分かるかもしれない。ここでこれ切っちゃうとダメ。だからこれで伸ばすっていうのは冬も切らない。冬も切る。冬も切らない。1年間ほったらかすの。ほんでこれよこの枝を干したくれ。これが全然違うんだよ。上まで巨木が伸びて。ただ売っちゃっといたんでまた来て骨格作り直ししてる。そうですよね。だからそれになってっから作ってっから。ただ徒長枝が太ってるだけになっちゃって。全部これだら後でみんな使いっぱい。そうですよね。使いますよね。こういうのする。これ全然切ってない。切ってないの。1年間。で今年本当はこれ切んの。こうしたくれ小枝になっちゃう。小枝になっちゃうから上が太んで。これやんないとダメなの。枝を作ってっから。枝みんな本当はこれ今年このまましとくと、ここが違うんですよ。この中が違ってくる。これが太ってくるね。これがそういう枝の元のところですね。これに引っ張っておくとこれだけどここまではみんなできてんの。今年の冬金でこれ干したくれ。これがここが全然違ってからこれが今度はまた違うんだよ。違くなんだよ。ここで引っ張っから。もう全部太ってきますよね。全部太って全部元から先までずっとは。これから詰めて、ほんでまたそれから作るの。じゃあ2年に1回切るぐらいがちょうどいいんですか？1年おき。1年おき。がや。ほんだけどこの中の邪魔は取んなくちゃダメだよ。そうですか。邪魔だけは取れる。やっぱりね、ヤゴメいっぱい出ますよね。ヤゴメを取ってやんべみんな。綺麗になってますね。ほんでこれを上でこれ引っ張れば間違いなくここが太るの。枝組を決めて先端だけの芽を残してる。残してこれで。ほんで引っ張ると。もういいぞ。もういいぞって時にやってくださいよ。いいよいつでも。すごいね。これ花バッチリだからな。これ去年切ってますもんね。全部新しい芽だね。これらがこれ。これもう鉢上げて。ここまで来てんだな。枝が太く。太くなってますね。枝の先端まで太く。枝の先端まで太くする。あれで上でやるから。でここらも太くなるし、枝も太くなるし。
これ始まりの木だからな。まあここいうところがなかなか太んないってことですよね。うん、だからそれは今年はここへ取って、これ3本ぐらいしちゃって、ここでこう集合体のこう棚割りしてる。なんかこういうとこはこう切り戻してすりばこっちで釣り合い取れて、これ何本かで棚が。だからここにも部屋ができてる。この中に、この中にも部屋ができる。だから小枝作るんだよ、小枝。この枝。この枝を作ってる。だからちっちゃくてもこういうになっちゃうんだよ。ちっちゃくてもこういうサイズでもね。こういう感じができる。いいじゃないですか。巨木感じ。ああ、なるほどね。大体それが仕上がる。ここまで上げて、ここまでやって、でこれを今度は細かくして、高いかな。全体的に同じように。この金彩はいつ頃切ってるんですか？これが早かったよ。今年はあれで、これは1ヶ月経つとな。これ春に1回切ってるんですか？今。違う、今に切ったんで。春にはそっか。伸びたのを今きれいにしたんですね。伸びたの綺麗にして。でこれだけ残してるってこと。残してる。ああ、そうですか。作業した後だ。じゃあ鶴見さんの花子の手入れっていうのはこの状態になってるんですか？花子の手入れやこれ。だんだん花子の手入れはこれに。これから糸目になるので、ガレってもう吹きあそこから吹きできる。力があるからね。力があるから。こういうところに力があるから枝枯れしても大丈夫。じゃあほとんどまた裸に近い状態ですね。葉っぱほとんどないですよね、こういうところはね。ねえよ、だからこれねえよ、全然ないよ。だけどこれ出んの。もうさつきは。今若いですもん。若い椅子持っていくんですね。すげえ。大体分かったんべ。そうですね。どれ流れがにする？どの木でもいい。木によってだけどな。によってまあこのぐらい今作ってる木ぐらいですと。大体葉っぱ見てあかん黄色くなってればくれるし。あ、そういう感じですか。あんまり葉っぱの違いがくれてもダメだし。どういう風になるか。どういう風になるんですかね。そういうくなるよ。これ今年の冬ってどんな状態だったんですか？この木は。どれ？今年の冬は。今年の冬は去年からのぐーっと続き延長。これが初めて。葉っぱついてましたよね。葉っぱついてたよ。裸じゃなく。裸じゃなく、去年からの延長。去年1回今頃切ってそのまま。これだけ花ついてるんですから、花芽が残る。今切ればみんなつくから。そうですよね。前回の手入れもやっぱこの時期に1回だけやってる。秋もやってますよね。秋はやらないよ。秋をやっちゃうとここの太くなんねんの。今まで逃しといて、ほんでここをそらかしていくからここに飛んだとこ。今の時期だから。こういう剪定をするときってまずいらないところをまず切ってくださいっていう話になるんですけど、一番いらないのはその途中に出てる邪芽、ヤゴ芽、枝の途中に出てる芽っていうのはまずいらないですね。それはもう全部取る。でそこから先端だけ残りますよね、枝の先端。その中でをまた取ってるよ。だいたい2目ぐらいにしていくってことですね。まだその一番先端の枝を太らせたい。そうそう。まだ太る。それが一番の。それは目的ですね。面白いんだよ。
これ取んなきゃ巨木が出てこなくなっちゃう。あ、もうそれ全部取っちゃうんです。今度だっていっぱい出ちゃうんだよ。これそうです下の方が出んのもいっぱい。目ないと出ない。数が少ない方が。いや出ないの。芽が出れば太るんで、あ古い枝残してたんじゃ太るんで。本当の将来的に枝切り残さないからな。ついてる苗、赤いその苗木はどうしてるんですか？自分で通道で買ってくる。買ってくる。須藤さんとこもやっぱりあ、売ってるんですかね、こういうの。売れるんだよ。こいつね、出が花の芸の悪いのね、結構買ってる人いるんだよ。あ、そうですか。なんじゃあ、か赤鉱山でまわざと作って売ってるんだよ。あ、じゃあ日光の赤っていうのは赤鉱山ついてる。そう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 。なるほど。自然にこう出てきた芸したやつってのはなくなる可能性もあるんだ、意外と。あ、そうですか。ほら、こう赤鉱山だったらそう絶対間違いねえから、そこはさ変わんねえから。あ、そうですよね。自然に出てきた時はなくなる可能性もあるんだよ。あ、そうなんですね。赤は強いのかなって思います。要するに強いんだけど、うん。その下枝だけしか出ない時は危ない。変わったらなんだろう。あ、そうですか。これ苗木を出させるときになんか皮むいてくっつけるとかそういうことをするんですか？何やってもくっついちゃうよこれ。なんちゃんとくっつけて結構くだけそうやってくっつけてこう巻いておけば。あ、ギュッと巻いとけば。昔は結構ね、ちょっと割り入れたりして、そうですよね皮皮むいてやったりしましたよねなくても長年置いておけばくっついちゃう。これ今はどうしてるんですか？ただ縛ってるだけ。縛っとくだけでね。しまっとくだけでは全部さ、縛っとくだけで。 3年か4年だよな。ポットが本当はどうじゃなくて固まっちゃうよ普通。なるほど。これまでこうそんなに立ってる。これいっぱいつけちゃうねでこうやってなるたけこうやってちっちゃくしてでだんだん3本か2本にして3つ目と同じなるたけこれを目数を大きくしとくと、多くしとく置くとと方が伸びない太くならない。太くならないでここで何回か伸ばすとこれが太くなって目数を少なくしてできればこんなふうによ強い芽を出すってことですよ強いねね。そうすると太る。太るこうすればこれ巨木が出てくるすぐこれ頭は結構目数多めに残してますね。うんやっぱりさつきは頭弱りやすいからですか？ある程度なやっぱりこう木作りをするっていうのは樹勢がいいっていうのがそれが条件条件ですよね。樹
手がよくなしたらなんでもダメだよ。ここで作っちゃねで、ここで今度は引っ張ってやればいい。そうですね、あともう一回引っ張るんですね。もう一回引っ張れば、全然違う。やっぱりその樹幹付近の枝がやっぱ細いなって感じますよね。きっとそこで本当にまだちょっと3年ぐらいそこで時間かけてやっとはいはい。すごい木ができる。これなんか鉢浮いたらあれだよ。あと1回もやって鉢浮いたらあれだよ。とんで飛行機だよ。ちょっとね、このイラがつかねえんだこれ。これ綺麗にならなくちゃな、ここがこう綺麗だよ。今一回これやって頭からこれ作るときは一呼吸置けって、ああそうですか。生を作る時は1年でも2年でも、で1年でも2年でも多く遊んだ方が勝ちだよって。そんなまあこれだけ切るのはなかなか勇気がいりますよ。勇気いるべ、最初は何だと思うべ、切り足があって、みんな玉切んだから来て、ああどうぞほらダメだよ取っちゃうそれも取んのなんて始まっからな。枝は仕上がってて、枝はこれ仕上がってる仕上がってる、仕上がっててもいやあれでジャム取れば半分使えんだよ。メリハリつければ出すよ。これじゃあメリハリをつけるっていう作業をするんですね、これから。棚をちっちゃくしていくって感じですか、塊をちっちゃく。棚メリハリつけてメリハリをつける。これもうほとんど満開みたいな感じで花いっぱい咲いてますよね。予定はいつですか、展示会。来週。今これ咲いてる花は全部摘んじゃっても次の花でいけるって感じですね。どういう作業をしたらいいんですか、これ。その展示会向けの手入れってなると、輪郭からはみ出すとか今みたいに切りますよね。メリハリをつけるっていうのは、棚と棚の間に隙間作っていくってことですよね。これ下に垂れてる葉っぱとかかっこ悪いから切った方がいいですよね。枝を見せたいじゃないですか、枝元を。そういうところも意識的にちっちゃくしていくとかっていう、そういう作業ですよね。大体俺らこれ見せるように下地ができるからな。枝の動きも見えてきますもんね。これしばらく前のだんだん1年飛び違ってくる。ああそうですか。俺は気がつくと思うよ今。だんだん違ってくる。